こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はブランチマイニングオンリーで、ついにダイヤが4000個、つまり企画の 40% に達しました。100点満点中なら40点ね。残念不合格、また1年後に頑張ってね。まだ途中経過で合否判定はいかがなものかと。ちなみにここ数ヶ月はおおよそ2ヶ月ごとに1000個ペースなんです。となると残り6000個なら1年後に企画達成予定です。やっぱり1年後でぴったりじゃないの。さて、4000個超えたのでぼちぼち残りのバイオームを見つけに行こうと思っていたのですが、気が変わりました。もう少し風車型続行です。また地上が怖くなったの？そういうわけでもなくて、単に前回気分よく掘れたのでもうちょっと掘りたくなった次第です。ちなみに破損寸前のツルハシは今2本あるのですが、2本とも修理するとダイヤが4000個を下回ってしまいます。我慢して修理は1本だけにするしか。細かいのね。上位の金リンゴは2つ増えて進捗は 42% に。依然としてダイヤの進捗を上回っています。最後に、修理用の無印のツルハシが前に作成済みだったことに今更気づいて、4000個下回るとか気にしていたのが損したような、でもこんなこともあろうかと的な複雑な気分で2本目の修繕を終えました。要するにうっかり忘れてただけでしょ。さて最前線にやってきました。次が81周目です。81周目なのでだいたい81分で1周回れるでしょう。だいたい比例するのよね。そして1分掘って最初のダイヤが、さらに2分で2箇所目。前々週にダイヤラッシュがあった反動を心配していた割には、なんでだか衰えていないようです。さらに進んで、少々苦手なパターンの溶岩に出くわしました。これは洞窟に入って溶岩をせき止めてからでないと進めないわね。この洞窟は地下峡谷なので、上からクリーパーが降ってくる恐れがあるのですが、まあ大丈夫かな。怖いので身をさらすのは一瞬だけにとどめます。今がチャンスなのにね。あとはかなり強引に丸石で溶岩流を潰して、それで押し切りました。結構手間がかかるやり方ね。一応ハードコアなので安全第一です。さて、折り返し地点に着く前にダイヤはワンスタックを超えて、無心にさらに掘り進んでいたところで、ウオーラグさん。最近毎週のように現れるわね。必ずしも現れない時もあるのですが、ちなみに以前は最後の直線上がラグ山出没ゾーンでしたが、最近よく現れるのは風車型の南側の中ほどです。場所が変わってきたんだ。やっぱり何か法則っぽいものがあるのでしょうか。さてそこから5分進んだところで、この雰囲気は、いちいち丸石で埋めるのが面倒な溶岩池です。前の周回で溶岩3連続来てたところね。で、普段は丸石で埋め尽くすところで思ったのですが、私は以前採掘実験で黒曜石1800個を掘り切っているんです。今更大した数でもない黒曜石を掘ることには躊躇を感じません。やっぱり気持ちは軽いです。自分がいかに成長を遂げたか実感します。麻痺しただけじゃない。いえ鍛錬した成果です。黒曜石耐性を身につけたんです。だったら採掘実験じゃなくて、人体実験だったのよ。さてダイヤは期待値を若干上回って81周目が終了です。金があと2個で2000個突破するわね。さて続いて82周目です。ここのところ採掘用の地図の更新を怠っていたので、久々に更新しながら回ってみます。で、ほどなく金鉱石を見つけ、これで金が2000個の大台を突破しました。まあでも、ダイヤと違って金は所詮食料ですからあまり関心はありません。一応パワードレイルにも使っているけどね。ちなみにここまで金は、た
分800個くらい食べてます。さて、リスボーン拠点が含まれる地図に入りました。まだ微妙に山岳を抜けきれていなさそうね。まあでもあと1、2周程度でしょう。なお、反動があると恐れていたダイヤの出はまだ悪くなっておらず、これで3スタックに達しました。そういえばごく稀に突発的に発揮される私の投資能力ですが、ちょっとでも場所を変えると集中力が途切れてしまうんです。この力を自在に使えるようになれば、いつでも太陽を拝むことができるのに。素直に地上で拝みなさいよ。で、折り返し地点から少し進んだところです。これには全く想定しておらずさすがに意表をつかれました。随分と久しぶりね。で、以前地下から掘り当てた廃坑の範囲はこの辺りです。その廃坑はリスボーン拠点まで伸びていたので、おそらくこの辺りまで、200メートル弱の四方ほどには広がっていたと見られます。こうしてみると案外近いと言えるのかしら。そういえばここ何週か、雲の音を耳にする頻度がやや高まっていたような。さて、82周目もダイヤは期待値を上回りました。前のダイヤラッシュの反動が結局来なかった模様です。予想外したわね。さてそれでは帰宅です。地図は約1キロ四方の範囲で、拠点までの直線距離は約 330× ルート2メートルです。最後まで計算しなさいよ。やはりダイヤがぐわっとチェストに溜まるのは気分いいです。ダイヤはそろそろ3ビーコンピラミッドが見えてきた感じです。ビーコン一つしかないけどね。さてそれと、かまどは8連装から10連装に拡張しました。これで金の精錬待ち時間が少し減ります。で、上位の金リンゴは28個になりました。じわじわ増えていくわね。さて準備を整えて這い上がってきましたが、バイオーム探しに行く前にやることがあります。前に雷対策で、地図の屋根作るとか言っていたわね。まあ建築材はいっぱいあるので足りると思いますが、それよりちょっと心配というか、不明なことがあります。額を剥がした仕業が雷だとすると、どこまで近くに雷が落ちたら、地図を貼り付けた額が剥がれるのでしょうか。横幅5枚分のカボチャが顔出しているということは、直撃じゃなくても雷の効果が届くはずなんです。これでは最長の影響範囲はわからないわね。まあでもここは、建築材の個数限界まで作ればいいかな。よもや雷の効果がブロックを突き抜けたりはしないでしょう、ということを前提です。で、余ったブロックでダイヤが振る装置の受け皿を広げます。前の実験ではみ出してしまったんですよね。こちらの手直しはサクサクと終わらせて、さらに余った9個のブロックは馬の足場にして、1ラージチェストを使い切りました。これでやるべきことは終わり、遠征に出発できます。で、これダイヤの無駄遣いにしか見えないのだけど、むしろ雷よけという用途に、きちんと有効活用している方だと思います。他にはビーコンくらいしかまともな使い道を思いつきません。なお額の右上の3箇所は、額を作る材料が足りませんでした。ダイヤは足りたのに。さて、拠点を含む地図もなくしてしまったので作り直しです。大ダイヤの存在感があります。でもまあ拡張していくと存在感がなくなるのですけど。1ドットくらいはあるかしらね。で、うっかり1枚下に配置していた地図を手直しし、今回の遠征の探索エリアはこの9枚です。といったところで、出発間際ですがキリがいいので今回はここまでです。次回は9枚遠征をできる限り進めますが、まあ少なくともジャングルが一つあるので、そこに期待しています。あと残ったのはジャングルハシエムと、メサとキノコ島よね。なお、現時点での収録は真南の地図に入ったところまで進めています。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。